こんにちは、月島です。今回は2025年のブラックフライデーとウィンターセールで購入した DTM で使用するソフトウェアやエフェクトプラグイン紹介と簡単なレビューをしていきたいと思います。これは自分の備忘録としても残しておきたいと思い動画にしています。目次です。ユニバーサルオーディオのエフェクトプラグイン、Waves のエフェクトプラグイン、Easy Keys 2の拡張音源、Addictive Drums 2の拡張音源、スタジオ1からフェンダースタジオプロ、最後にまとめです。近年ユニバーサルオーディオのエフェクトプラグインは定期的にセールを行い、とても安くなることが多くなりました。高品質であることは分かっていますので、今回のブラックフライデーでまだ持っていなかったプラグインを買い足ししました。購入したプラグインをいくつか見ていきたいと思います。マンレイマッシブパッシブ EQ は実機をエミュレートしたパッシブイコライザーのプラグインです。スタンダードモードとマスタリングモードの2種類があります。選ぶモードによってゲインや Q 幅が変わり、プラグイン中央部分の6つのノブの数値も違うものに変化しています。ざっくり言うと、スタンダードモードは大きな値で、マスタリングモードは小さな値になります。560Hz をブーストしてみました。プラグインドクターに表示されているピンクのラインがスタンダードモードで、赤いラインがマスタリングモードです。実機のイコライザーらしく、かなり幅広い周波数帯域を一つのバンドでブーストカットできるようです。また、このイコライザーは左右で独立した4バンドを操作できます。私は楽器をまとめたバストラックで使用したいと考えています。マンレイバリアブル MU リミッターコンプレッサーも実機をエミュレートしたプラグインです。このプラグインはコンプレッサーモードにするとレシオが 1.5 対1に設定されます。レシオの数値を見るとバストラックやマスタートラック用のコンプレッサーだなということがわかります。その他の設定項目は基本的なコンプレッサーと同じです。今回ドラムにかけてみましたので試聴してみたいと思います。コンプレッサーモードで 2dB ほど圧縮する設定にしてみました。バイパスの音から再生します。レシオ 1.5 で 2dB ほどの圧縮なので音の変化はほとんど感じられないと思います。ただほんのわずかですがドラムトラックにまとまりができるような狙いの設定にしてみました。SSL4000E のチャンネルストリッププラグインです。私はこのタイプのプラグインをすでにいくつも持っていますが、ユニバーサルオーディオ版も使用してみたいとずっと考えていたので、今回のセールで購入しました。SSL のチャンネルストリッププラグインは今まで使用していましたので、使い方はよくわかっています。そのため、すでに公開済みのミルクティーというオリジナル曲のほぼ全てのトラックでこのプラグインを使用してみました。ミルクティーのシンセベースのトラックを再生してみます。楽曲のミックスに使用してみたところ、コンプレッサーにオートゲインが搭載されているのが他社のプラグインとの大きな違いと感じました。コンプレッサーをオンにするといきなりオートゲインが働き、音を結構大きくしてくるので最初は戸惑いました。またイコライザーなどの使い勝手は他社のものと見た目や操作方法も同じなので特に戸惑うことはなかったです。また私はいつもコンプレッサーを2段掛けしています。1段目は音のアタックを揃えるためのコンプで、だいたい DAW 純正のコンプレッサーでかけていきます。
そして2段目にヴィンテージ系のコンプを柔らかめにかけています。イコライザーも同様です。SSL4000E を実際の楽曲のミックスで使用してみて、とても良いプラグインだと感じました。いずれ他社との比較などもしてみたいと考えています。SSL のバスコンプレッサーです。これも定番商品で、私はすでにたくさん持っていますが、チャンネルストリップを手に入れたらバスコンプもセットだと思いますので購入してみました。このプラグインもミルクティーという楽曲のバストラックに使用しました。またこのバスコンプにはオートゲイン機能はないようです。ドラムバスを再生してみます。実際に使用してみたところ、軽くかけているだけですが、複数の楽器のまとまりを感じることができる良いプラグインだと思いました。マグマストレスボックスは毎年恒例のウェーブスのブラックフライデーの無料配布でゲットしました。このプラグインはコンプレッサーとエクスパンションの機能を持っています。プラグインのパネルを見た感じ、おそらく上部がゲインリダクションメーターで大きなノブがレシオ、インプットは76シリーズのようにスレッショルドを兼ねていて、最後にアウトプットで音量調節をするといった操作方法だと思います。ストレスボックスは音のパンチ感やサイズ感などの雰囲気を変えられるプラグインのようです。今回ドラムトラックにストレスボックスをかけてみました。レシオは3に設定して6デシベルくらい圧縮する設定にしました。バイパスの音から再生します。ストレスボックスをかけた結果を見てみると、だいぶ音にパンチ感が出たと思いました。特にスネアの音などは分かりやすく音が変化しています。またリリースタイムが長い感じがしました。ただリリースタイムは操作できないようです。3つのノブの操作だけでサウンドの変化を実感できますので、とても便利なプラグインだと思います。派手めなサウンドにしたいトラックで使用すると良い結果になる気がします。ただだいぶ音が変わりますので、かけすぎは注意だなと思いました。また操作方法も含めてテレトロニクス系のプラグインに似ている印象を受けました。Easy Keys 2は私がメインで使用している鍵盤のソフトウェア音源です。私は今までピアノやエレピとしてしか使用していませんでしたが、拡張音源を購入すればシンセサイザーやオルガンなども鳴らすことができます。今回のセールを利用してシンセサイザーの拡張音源を2つ購入してみました。ストリングマシンはソリーナストリングアンサンブルをエミュレートした音源です。ストリングス系の音がメインですが、リアルなストリングスではなくヴィンテージアナログシンセです。デフォルトのサウンドを再生してみます。モジュレーションやコーラスなどのエフェクトをかけることができたり、音が少し歪んでいたりします。これらのサウンドはポップスやロックな曲に合う音が多いです。もう一つ購入した拡張音源はシネマティックパッツです。シネマティックパッツはアナログシンセやモジュラーシンセなどを収録した音源です。デフォルトのサウンドを再生してみます。リリースが長いプリセットが多い気がしますが、音は良いので活用していきたいと思っています。
アディクティブドラムス2は Easy Drummer 3と BFD3 と並んで私が最も使用しているドラム音源です。好きなドラムセットを3つ選べる拡張パックがセールになっていましたので購入してみました。今回選んだのはヴィンテージデッドとモダンソウル &R&B とユナイテッドポップです。私が作る曲の雰囲気には合うと考えて選びました。それぞれのドラムを再生してみます。以上のようになります。とても良い感じだと思います。私は普段プロツールスを使用してミックス作業をしていますが、作曲のスケッチやアレンジをするときはスタジオ1を使用しています。今まではバージョン6のまま使用していたのですが、2025年のブラックフライデーセールを利用して7にアップグレードしました。私が作曲で使う範囲内の機能であればバージョン6で十分だったのですが、昨年 Mac の OS をアップデートしてからとても動作が不安定になってしまったのがアップグレードした主な理由です。バージョン7を購入して使用してみたところ、とりあえず動作は安定してくれているようですので良かったです。そして2026年の1月にスタジオ1が Fender Studio Pro 実質スタジオ1 8に変わりました。私はスタジオ1 7を購入してから1年以内だったので無償で Fender Studio Pro を導入することができました。これはラッキーでした。実際に使用してみたところ、使い勝手はスタジオ1とほとんど同じでしたので良かったと思います。新しく実装された機能はこれから少しずつ試していきたいと思います。私はエフェクトプラグインやソフトウェア音源をすでに十分持っていますので、新たに買い足すことはあまりしないようにしていますが、それなりに散財してしまいました。ただどれも即戦力で使用するつもりのものばかりなので、どんどん使い倒していきたいと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。